おはようございます。私たち夫婦は一昨年の暮れに田舎の実家に引っ越してきました。3月13日、ここに住んで2度目の春です。夫は74歳、私は70歳です。この暮らしがいつまでも続くことはないと分かっているから、静かで穏やかな毎日を心に留めておきたいと思います。
はい。いやでも綺麗にできてるもんだな。ねえ、すごいよねこれ。昔はな、お肉とか買いに行ってもこういうので。あ、そう、全部これだったんだよね。いただきます。はい、いただきます。昨日ね、割と大きな鳥、大きなこれぐらいだけど、茶色と黒となんか綺麗な鳥が来たの。でこういうところに泊まって、ちょっと友達になったかもしれない。かわいそうなことしちゃったんだけど、カエルがね、寝てたのを起こしちゃった。土の中に開いたりしたりして静かに冬眠してたんでしょ。なんかね、すごく可愛いんだ。この辺にいたの？すぐそこ。だからまたそこに踏んづけないようにそういうしたい。でこっち側を公園にしようと。この全然大きくならないの。こんなちっちゃいお花ですね、本当にね。ブロッコリーになってない。あるのかな。なんかでも雨が降るとぐんぐん伸びたりするんじゃないの？ねえ、伸びてほしい。ほら、レタス？そうそう、ほら、ここにも、ここにも、あ、この辺り全部レタス。いろんな色が混じってるから綺麗でしょ。冬の間ね、ほんとちっちゃくてね、で雨が降らなくてかわいそうだったんだけど。あ、これ、あ、ちょっと待って、ここに虫が、虫じゃないや。あ、こんな感じでいいんじゃない？あ、ほんとそう。外側のを取っていっちゃう。あ、なんかほら、ちょっとちっちゃいけど白菜だね。あ、結構ちゃんとかわいい。取ってるじゃん。ね。でも大根、レタスみたいな白菜だね。本当はもっとこれぐらい盛り上げた方がいいんだそんな大量の土どっから持ってくるんですか？けど、それがですね、ここをね、掘ったのね、この間。本当だ。この畝のすぐそばをから土を取って畝を作ってたのね、トマトのとことか。そしたらもうすぐ畝のすぐ脇が溝になっちゃってなってたから、そこに水が溜まって入れなかったのね。見にくかったので、でも水抜きの排水路が必要みたいで、畑の周りにね、こう水路を掘ってもいいっていうふうに、いわゆる自然農の聞いたのね。こっち側をずっと水路にしようかなと思って、でそれを畝にした普通に。だからそれをやってる。日中の男を狙ってるわけ。はい、そうです。そうです。で、そうでね、やってるとここやっぱりヨシの根っこがいっぱいあって、でもね、去年より全然取りやすくなった。だからこの中にね、入ってるっていうだけでね、ミックスフラワーの種はないからね。何をこんな綺麗になるもんだろうか。なるといいなっていうだけでね。なんていう、ちょっと発見しましたよ。
ほらおお。ほらちょっと花がさついた。ほら、あ、これ出てる。ちょっと見て、ほらこれここにも。はい、ちっちゃいネギ。あ、食べるとこあんまりないかも。でもいいかな。あ、そう、あったかいの。でも本当におぼろ好きだね。今日も最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。